真犯人は国外に逃亡し、そのまま事故を迎えた。これは昭和34年、東京で起きた未解決殺人事件なのだ。逃げ切ったまま事故を。それは信じられないわ。しかも重要参考人は外国人の神父で、バチカンも絡む外交問題にまで発展した事件なのだ。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今日紹介するのは、1959年に東京都杉並区で発生した BOAC スチュワーデス殺人事件なのだ。BOAC スチュワーデス殺人事件。聞いたことはあるわ。戦後日本の未解決事件の一つよね。そうなのだ。被害者は当時27歳の日本人女性客室乗務員で、夢をつかんだばかりの若い女性だったのだ。彼女は BOAC が日本人女性を初めてスチュワーデスとして採用した際に選ばれた8人のうちの1人だったのだ。選ばれた8人の1人。それほど優秀な方だったのね。ロンドンの本社で訓練を受け、初フライトまであと2週間というところで、命を絶たれてしまったのだ。夢が叶う直線だったなんて、本当に悲しいわ。遺体は東京、杉並区を流れる善福寺川で発見され、最初は自殺として処理されそうになったのだ。自殺と処理されそうになったの。ところが翌日の司法解剖で、扼殺、つまり首を絞めて殺された他殺と判明し、捜査が一気に動き始めたのだ。自殺じゃなく、絞め殺されていたなんて、恐ろしいわ。捜査が進む中で浮かび上がった重要参考人は、カトリックの外国人神父だったのだ。神父が重要参考人なの？ベルギー人の神父で、杉並区にある修道院の会計主任を務めていた人物なのだ。宗教関係者が捜査線上に浮かぶなんて、かなり異例な展開ね。警察は外交問題に発展することを恐れ、マスコミに知られないよう極秘で捜査を進めていたのだ。極秘捜査、それだけ扱いに困るほど厄介な相手だったということね。ところが、NHK のドキュメンタリー番組が神父の顔写真を写してしまい、一気に世間に知れ渡ってしまったのだ。テレビが捜査の秘密を暴いてしまったの？それ以降、弁護士とバチカン大使館の立ち会いの下で5日間の事情聴取が行われたのだ。バチカン大使館まで関与してきたとは、本当に国際問題になっていたのね。しかし結局、証拠不十分のまま神父は正規の出国手続きを経てベルギーへと帰国してしまったのだ。証拠も揃わないうちに国外に出してしまったなんて、ありえないわよね。この問題は国会でも取り上げられるほどの大騒動となり、警察への批判が高まったのだ。国会まで動いたのに、それでも解決できなかったのね。そして事件発生から15年が経過した1974年3月10日、控訴事項が成立し、永遠に未解決のまま幕を閉じたのだ。15年間、誰も裁かれることなく、被害者の方が本当に気の毒だわ。この動画では、被害者の素顔から事件発覚の経緯、そして迷宮入りへの経緯まで丁寧に追っていくのだ。外交、宗教、そして捜査の限界、いろんな問題が絡み合っているのね。さらに、この事件には国際的な密輸組織が絡む、はかりごと略説も存在するのだ。密輸組織のはかりごと略説まで出てくるの？事件の根は相当深そうね。最後まで見れば、なぜこの事件が60年以上経った今も語り継がれているのかがわかるのだ。これは絶対に最後まで見なきゃいけないわ。昭和の東京を舞台にした国際色豊かな未解決事件の全貌を今から一緒に解き明かしていくのだ。楽しみにしているわ。楽しんでほしいのだ。まず被害者について紹介するのだ。どんな人だったの？被害者の名前は竹川智子さん。当時27歳の日本人女性なのだ。27歳のスチュワーデスさんなのね。だが彼女の人生には普通のスチュワーデスとは一線を画す驚くべき経歴があったのだ。どういうこと？実は智子さんは BOAC が日本路線のコメット旅客機航路を開設するにあたって初めて採用した日本人スチュワーデスのうちの一人だったのだ。初めて採用された日本人スチュワーデスの一人だったの？そうなのだ。1958年12月、全国から集まった優秀な女性たちの中から選ばれたわずか8人のうちの一人だったのだ。それは本当に選ばれた人材だったのね。そしてこの事件が持つ闇は、彼女の輝かしい経歴と、その突然の死の落差にこそあるのだ。どういう意味かしら。初登場まであとわずか数日というところで、命を奪われてしまったのだ。あと数日で夢が叶うところだったのね。智子さんは東京都出身で、語学が堪能、特に英語は周囲が舌を巻くほど流暢だったと伝えられているのだ。それだけ優秀だったから選ばれたのね。幼少期から勉強熱心で、同級生たちは、智子さんは何でも真剣に取り組む人だった、と語っているのだ。真面目で努力家な人だったのね。近所に住んでいた女性は、いつも笑顔で挨拶してくれる、礼儀正しい娘さんだった、と当時を振り返っているのだ。周りの人たちにも慕われていたのね。1958年末に BOAC に採用された後、智子さんはロンドンの本社に渡り、現地で厳しいスチュワーデスとしての訓練を受けたのだ。ロンドンまで行って訓練を受けたの？そうなのだ。英国式のサービスや安全教育を叩き込まれ、
数ヶ月の研修を経て1959年2月27日に帰国したばかりだったのだ。帰国したばかりだったのね。帰国後の智子さんは、初飛行が待ち遠しい。ロンドンの街はとても素敵だった、と同僚に話していたそうなのだ。夢に向かって輝いていたのね。初登場は1959年3月13日に予定されていたのだ。つまり彼女が遺体で発見されたのは、その3日前だったのだ。初登場の3日前に亡くなったの？そうなのだ。夢が実現する瞬間の、本当にすぐそこまで来ていた時に命を奪われたのだ。言葉もないわ。智子さんは事件前日の1959年3月8日午後3時頃に下宿先を出たのだ。どこへ行ったの？宿先は東京都世田谷区松原にあり、智子さんは駒込にいる叔父の高橋五郎さん宅の誕生祝いに招待されている、と告げて外出したのだ。おじさんの誕生祝いのために出かけたのね。だがその予定は実際には全くなかったのだ。高橋五郎さんは誕生祝いの話は聞いていない。智子が来る予定はなかった、と証言しているのだ。嘘の行き先を連れて出かけたということを。そういうことなのだ。智子さんが本当にどこへ向かったのかは、今もって明らかになっていないのだ。謎が深まるわね。下宿の管理人によると、智子さんはその日、いつもより少しおしゃれをして出かけたように見えたそうなのだ。誰かに会う約束があったのかしら。グリーンのツーピースに身を包んでいた智子さんは、行ってきます、と声をかけて玄関を出た。それが下宿で彼女を見た最後だったのだ。それが最後の姿だったのね。翌1959年3月9日、智子さんが帰宅しないことに気づいた下宿の管理人が、翌朝になっても戻らないことで家族に連絡を取り始めたのだ。失踪が発覚したのはいつ頃なの？そして1959年3月10日、午前7時40分頃、東京都杉並区の善福寺川、大宮八幡宮近くの宮下橋から下流約50メートルの地点で、智子さんの遺体が発見されたのだ。善福寺川で発見されたのね。川幅10メートルほどの浅い川の中央部で、智子さんは仰向けになり、顔や手、胸部が水面から出た状態で浮かんでいたのだ。想像するだけで辛いわ。服装に乱れはなく、グリーンのツーピースにブラウス、白のシュミーズという出かけた時と変わらない格好のままだったのだ。服に乱れがなかったのね。発見した近隣住民は、川の真ん中に人が浮かんでいるのを見た瞬間、言葉が出なかった、と語っているのだ。それは恐ろしかったでしょうね。警察の検視では当初、死因は溺死で自殺と判断されたのだ。自殺と判断されたの？そうなのだ。翌3月11日、慶応義塾大学病院での司法解剖の結果、死因は溺死ではなく扼殺、つまり首を絞められた他殺であることが判明したのだ。扼殺。首を絞められて殺されたの？さらに解剖では、体内から別人のものとみられる2種類の精液反応が検出されており、事件の複雑な背景が浮かび上がってきたのだ。2種類もの精液反応が？ロンドン研修を終えて帰国したばかりの若き女性が、初登場3日前に命を奪われた。本当に辛い話よね。捜査の行方がどうなったのか、続きを聞かせてちょうだい。だがこの事件の闇は、被害者の子孫のものよりも、捜査が進むにつれて浮かび上がった、ある人物の影にこそあったのだ。ある人物の影、ということ？その人物の正体と、なぜ事件が迷宮入りしたのかは、次で明らかになるのだ。一体誰が関わっていたの？気になって仕方ないわ。では事件の経緯を時系列で追っていくのだ。いよいよ確信に迫るのね。この事件は、一見ただの水死体の発見から始まったのだ。だが捜査が進むにつれて、誰も予想しなかった闇が次々とあらわになっていったのだ。誰も予想しなかった闇、ということ？そうなのだ。被害者の背後には、国際的な謀略すら疑わせる複雑な事情が絡み合っていたのだ。そして最も重要な、ある人物の存在が、この事件をさらに深い霧の中へと引きずり込んでいくのだ。一体どういうことなの？早く聞かせてほしいわ。1959年3月11日の司法解剖で他殺と判明した後、警視庁捜査一課は被害者の交友関係を徹底的に洗い出したのだ。その過程で浮かんだのが、カトリック杉並ドンボスコ修道院の会計主任、ベルギー人神父のベルメルシウ、ルイズ、当時38歳だったのだ。神父が容疑者として浮かんだということなの？竹川智子さんはカトリックの信徒であり、このドンボスコ修道院に通っていたとされているのだ。つまり神父と被害者は、信者と聖職者という関係で以前から顔見知りだったのだ。信頼していた聖職者が疑われる存在になるなんて、本当に悲しいわ。警察は神父を重要参考人と断定したが、相手が外国人の神父であるため、マスコミに漏れると捜査の障害になると判断し、極秘裏に動いていたのだ。それほど慎重に動いていたということなの？ところが1959年4月12日、思わぬ形で秘密が暴露されてしまうのだ。NHK のドキュメンタリー番組、日本の素顔を放送の中で、
横浜市入国管理事務所の壁に貼られた複数の顔写真の1枚がクローズアップされてしまったのだ。テレビ放送で顔が映ってしまったということを。その写真こそ、神父の出国を抑えるための手配写真だったのだ。これにより重要参考人の顔と名前がマスコミに一斉に漏れてしまい、事件は一気に社会的な注目を集めることになったのだ。それは捜査上、致命的なミスだったわよね。世間の注目が集まる中、警察は1959年5月11日から13日にかけて、第1回目の事情聴取を実施したのだ。弁護人とバチカン大使館一等書記官の立ち会いの下で行われた異例の取り調べだったのだ。バチカン大使館が立ち会いを求めたということを。そうなのだ。外国人であり宗教者でもある神父への取り調べには、外交的な配慮が求められたのだ。5月20日と22日にも第2回の事情聴取が行われ、平塚八兵衛警部補が取り調べ官として計5日間にわたって神父と対峙したのだ。5日間も取り調べをしたので、何か重要なことが出てきたの？だが聴取は進展しなかったのだ。神父は一貫して関与を否定し、立ち会い人がいる中では踏み込んだ尋問もままならない状況だったのだ。平塚刑事は後に、あれほど悔しい思いをした取り調べはなかった、と語っているのだ。名刑事の平塚さんをもってしても、崩せなかったのね。そして1959年6月11日、事態は最悪の形で動くのだ。神父は猟奇療養を理由に、正規の出国手続きを経てベルギーへ帰国してしまったのだ。待って、捜査中なのに出国を許したの？警察は神父が出国手続きを取っていることを把握していたのだ。しかし外交的な措置を求めるだけの決定的な証拠を提示できず、神父の出国を止める法的根拠が確保できなかったのだ。証拠が足りなかったから、見送るしかなかったということ？そうなのだ。神父が飛行機でベルギーへと飛び立った瞬間、事実上この事件の解決の可能性は極めて低くなったのだ。この問題は国会でも取り上げられ、政府の対応への批判が噴出したのだ。国会でも問題になったほど、社会的に大きな事件だったのね。神父帰国後も捜査は続けられたのだ。1961年にはアメリカ FBI が、神父がカリフォルニアを訪問した際にバックグラウンドチェックを実施しているのだ。FBI まで動いていたの？ FBI の調査結果は、事件への関与について無実と判断する、というものだったのだ。この結果は1961年10月20日に正式に終了した旨、日本の警察機関に書面で報告されたのだ。FBI が無実と判断したということ？でも本当にそうなのかしら？この捜査経緯には計りごと略説も根強く存在するのだ。とも子さんが採用された前年の12月には、BOAC の他のスチュワーデスが金や麻薬の密輸に関わった事件が発覚していたのだ。密輸事件との関係があるということを。国際的、組織的な密輸ルートにとも子さんが何らかの形で関わり、口封じのために殺害されたのではないかという見方があるのだ。とも子さんの死は、個人的なトラブルではなく組織的な謀略の結果だという説も、根強く語られ続けているのだ。単純な犯罪じゃなく、国際的な陰謀が絡んでいた可能性もあるのね。とも子さんが嘘の行き先を連れて外出した3月8日から、遺体が発見された3月10日の朝まで、何があったのか、その2日間の空白は今も終わっていないのだ。行方不明になってから発見されるまでの2日間、何があったのかわからないままなのね。とも子さんの遺体が発見された善福寺川のそばに今も住む古くからの住民は、あの朝、若い女性が川に浮かんでいると聞いた時の衝撃は今も忘れられない、と語っているのだ。当時の杉並区一帯に、何とも言えないくらい空気が流れたそうなのだ。地域の人たちの記憶にも、深く刻まれた事件だったのね。こうして事件は、重要参考人が国外へ脱出し、1974年3月10日に控訴事項が成立するという結末を迎えたのだ。被害者が発見されたのと同じ3月10日に、事項が成立したということ。偶然の一致ではあるのだが、15年という年月が流れても真実は明かされなかったのだ。とも子さんが夢見ていた初フライトの日は永遠に来ることなく、事件だけが時の中に取り残されたのだ。犯人は結局一度も裁かれなかったのね。だがここで終わりではないのだ。この事件には、時効後もなお語り継がれてきた、もう一つの深い謎が残されているのだ。もう一つの謎って何なの？それは捜査の過程で見えてきた、組織的な隠蔽と外交圧力の問題なのだ。なぜ神父は出国できたのか、なぜ証拠は集まらなかったのか、そして FBI の判断は本当に正しかったのか。次では、この事件の最も暗い側面に迫っていくのだ。外交圧力、組織的な隠蔽、真実はまだもっと深いところにあるのね。次に加害者がどんな人物だったのか見ていくのだ。重要参考人として名前が挙がったのは、あのベルギー人神父だったわね。そうなのだ。ベルメルシユ、ルイズ神父、
当時38歳のベルギー人カトリック司祭なのだ。神父という立場の人物が、なぜ捜査線上に浮かんだのかしら。実は、この人物の背景を掘り下げていくと、聖職者という外見とは大きくかけ離れた複雑な素顔が見えてくるのだ。複雑な素顔って、どういうことなの？神父でありながら、その行動の数々は到底修道誓願を守る人物のものとは言えなかったのだ。そしてその事実が、捜査員たちを深く困惑させることになるのだ。神父という肩書とは全く別の顔があったということね。ではまず、ベルメルシウ神父がどういう人物だったのかを整理するのだ。どんな経緯で日本に来ていたの？ベルメルシウ神父はベルギー出身で、サレジオ修道会の神父として活動していたのだ。サレジオ修道会は青少年教育を主な使命とするカトリックの修道会で、日本にも複数の拠点を持っていたのだ。宗教的な教育活動のために日本に派遣されてきた、ということね。そうなのだ。神父は杉並区にあるカトリック杉並ドンボスコ修道院に在籍し、会計士人という役職についていたのだ。会計士人、つまり修道院の金を管理する立場だったのね。その立場が後に重要な意味を持ってくるのだ。神父は修道院の財務を一手に握り、対外的な交渉窓口も担っていたのだ。院内での権限はかなり大きかったのね。当時の院内関係者によると、神父は外国人ということもあり、日本人修道士たちとは一線を画した独自の行動権を持っていたそうなのだ。修道院の外に頻繁に出かけることも珍しくなかったのだ。修道院の人間にしては、かなり自由な動き方をしていたのね。そしてここが重要な点なのだ。神父は被害者の竹川智子さんとの接点があったのだ。被害者とどんな関係があったの？竹川さんはカトリックの信徒であり、杉並ドンボスコ修道院に通っていたとされているのだ。つまり神父と被害者は、信者と聖職者という関係で以前から顔見知りだったのだ。信頼していた聖職者が疑われる存在になるなんて、本当に悲しいわ。当時の教会関係者の証言によると、神父は若い女性信者に対して特別に親しく接する傾向があったそうなのだ。それはどういう意味なの？複数の女性信者から神父に個人的な相談を求められた、二人きりで話す機会を作られた、という話が伝えられているのだ。それは聖職者としての立場を利用した行為じゃないの。まさにそこが問題なのだ。神父は修道院を訪れる若い女性たちに積極的に関わり、信仰相談という名目で個人的な関係を築いていたとされているのだ。宗教的な信頼を足がかりに、女性に近づいていたということね。また、神父の金銭感覚についても問題が指摘されているのだ。会計士人でありながら、修道院の資金の使途が不透明な部分があったと、内部の者が後に語っているのだ。金の面でも問題があったの？修道院の会計記録の一部に、私的な支出とみられる項目が含まれていたという話があるのだ。聖職者としての製品の誓いと、実際の行動は大きくかけ離れていたのだ。誓いを破って財産を私物化していたなら、信頼を根本から裏切る行為よね。さらに注目すべきは、神父の行動範囲の広さなのだ。修道院の会計士人という立場を使い、東京市内の様々な場所に自由に出入りできる環境を持っていたのだ。それが事件当日の行動にも関係してくるのかしら。1959年3月8日、竹川さんが姿を消した夜、神父のアリバイは曖昧なものだったのだ。捜査員によると、神父が提示したアリバイには複数の矛盾点があったそうなのだ。アリバイに矛盾があったの？神父は、その夜は修道院にいた、と主張したのだが、同じ修道院の関係者の証言と時刻が合わない部分があったのだ。平塚八兵衛警部補率いる捜査班はこの点を厳しく問い詰めたとされているのだ。昭和の名刑事、平塚警部補が直接当たっていたのね。平塚八兵衛警部補は後に、取り調べの中で最も難しい相手だった、と語っていたそうなのだ。神父は落ち着き払った態度で、矛盾を指摘されても動じなかったというのだ。それだけ肝が据わっていたということは、相当な場数を踏んでいたのかもしれないわね。実際、神父のベルギーでの過去についても捜査は及んだのだ。サレジオ修道会内での神父の評判は、必ずしも清廉なものではなかったと伝えられているのだ。ベルギーにいた頃から問題のある人物だったということを。修道会の内部情報として、神父が日本に派遣される前にも女性関係で問題を起こしていた可能性が捜査班の間で囁かれていたそうなのだ。それでも聖職者の立場を保ち続けていたなんて、組織として問題があるわよね。宗教組織が内部の問題をひた隠しにしていたとすれば、それ自体が事件の構造的な背景になり得るのだ。個人の問題だけじゃなく、組織の体質も見えてくるわね。さらに、1959年5月に行われた計5日間の事情聴取の記録を見ると、神父が一貫して関与を否定しながらも、特定の質問に対しては回答を意図的に避けていたことが浮かび上がるのだ。答えを避けた質問はあったの？竹川さんとの個人的な関係の深さについて問われると、神父は信者と神父の関係に過ぎない、と繰り返すだけで、具体的な接触の内容を語ろうとしなかったそうなのだ。それだけ答えたくないことがあったということよね。また、
遺体から検出された精液の血液型について、神父の血液型と照合する手続きが取られたのだが、神父側の弁護人とバチカン大使館が強行に抵抗したと記録されているのだ。バチカン大使館まで介入してきたの？弁護人とバチカン大使館の一等書記官が立ち会う形での事情聴取となり、神父は常に法的な盾に守られた状態だったのだ。これでは踏み込んだ取り調べは極めて難しかったのだ。聖職者という立場と外交的な足を立てが捜査を阻んでいたということね。そして1959年6月11日、神父は猟奇療養を名目に正規の出国手続きを経てベルギーへと帰国してしまったのだ。証拠不十分のまま出国を許してしまったの？警察は神父が出国することを把握していたのだが、外交的な措置を求めるだけの確証を提示できず、結果として出国を止められなかったのだ。この問題は国会でも取り上げられたのだ。証拠が揃う前に国外に逃がしてしまったも同然じゃないの。神父の人物像を整理すると、宗教的権威を利用して女性に近づき、組織の資金にも疑惑があり、アリバイには矛盾があり、そして外交的庇護によって捜査をくぐり抜けた人物だったのだ。それだけの問題を抱えていても、結局誰も裁けなかったのね。そしてこうした積み重ねが事件につながっていったのだ。でも、事件の闇はこれだけじゃないのでしょう？そうなのだ。実は神父という個人を超えた、もっと巨大な闇がこの事件には潜んでいたのだ。次に明らかにしていくのは、組織的な隠蔽と国際的な計りごと略説、そして時効まで真実を封じ込めた、見えない力の正体なのだ。個人の犯罪じゃなく、組織ぐるみの何かが動いていたということなの？では逮捕から裁判までの流れを見ていくのだ。ついに犯人が捕まったということなの？ここで明らかになるのは、誰も予想しなかった真実なのだ。逮捕どころか、この事件は最後まで誰一人裁かれることなく幕を閉じたのだ。逮捕させろということなの？そうなのだ。重要参考人として浮かんだベルメルシウ神父は、最終的に一度も逮捕されることなく日本を去っていったのだ。それだけ疑いをかけられていたのに、なぜ逮捕できなかったのよ。その答えを理解するためにも、まず捜査がどのように動いたのかを順を追って見ていくのだ。聞かせてちょうだい。捜査を担当したのは、昭和の名刑事として知られる平塚八兵衛警部補だったのだ。後に多くの難事件を解決した平塚刑事は、この時すでにベルメルシウ神父を重要参考人として強くマークしていたのだ。あの平塚八兵衛刑事が担当していたのね。だが捜査には大きな壁が立ちはだかったのだ。相手は外国人であり、しかもカトリックの神父という立場の人物だったのだ。警察は、マスコミに漏れると捜査の妨げになるとして、極秘で捜査を進める方針を取ったのだ。外国人の神父だから、慎重にならざるを得なかったのね。神父は一貫して関与を否定し、弁護人とバチカン側の強力な後ろ盾もあって、5日間の聴取は何の進展も得られないまま終わったのだ。平塚警部補は後年、この事件を生涯最大の悔恨だったと語っているのだ。プロ中のプロが悔しさを抱えたまま終わったということなのね。そして1959年6月11日、神父は猟奇療養を名目に正規の出国手続きを経てベルギーへ帰国してしまったのだ。警察は出国の動きを把握していたが、逮捕状を請求するだけの物的証拠を揃えられていなかったのだ。証拠が足りないとは言っても、見逃すしかなかったなんて納得できないわよね。この神父の出国問題は国会でも大きく取り上げられたのだ。衆院法務委員会では1959年6月18日に集中審議が行われ、捜査当局の対応の甘さを追及する声が相次いだのだ。国会まで動いたのに、それでも何も変わらなかったということなの？外交的圧力と証拠不十分という二重の壁の前に、捜査は完全に行き詰まったのだ。国内に容疑者がいなくなった以上、捜査本部は実質的に機能を失っていったのだ。こんなにも多くの人が動いていたのに、真実には届かなかったのね。その後も警察は細々と捜査を続けたが、神父はベルギーに戻ったまま日本に再入国することはなかったのだ。1961年には FBI が神父のバックグラウンドチェックを行い、同年10月20日付で事件への関与について、無実という判断を日本側に文書で伝えたのだ。アメリカの FBI までが動いていたということなの？神父がカリフォルニアを訪問した際に調査が行われたとされているのだ。だがこの FBI の判断が捜査に与えた影響は非常に大きく、日本側の捜査は実質的に収束に向かっていったのだ。アメリカの判断一つで日本の捜査が止まるなんて、知見はどこにあるのよ。そして誰も逮捕されることなく、誰も裁判の被告席に立つことなく、1974年昭和49年3月10日午前0時をもって、この事件の控訴事項が成立したのだ。遺体発見からちょうど15年目のことだったのだ。時効の日付が遺体発見と同じ3月10日というのは、あまりにも切ないわ。こうして誰一人として逮捕も起訴もされることなく、事件は全ての法的手続きが永遠に封じられるという処分が下されたのだ。でも、神父が帰国した後も、何か別の動きはなかったのかしら。実はこの事件には、
まだ語られていない深い闇が残っているのだ。神父個人の問題を超えた国際的な組織の影がこの事件に関わっていたという説が浮上し、真相究明を求める声は時効後もやむことがなかったのだ。組織の影というのは、一体何を指しているということなの？その後はどうなったのかしら？ここで明らかになるのは、時効が成立した後も続いた、遺族と関係者たちの苦難の日々なのだ。時効後も、まだ何か続きがあったということなの？そうなのだ。神父がベルギーに帰国した後、被害者、竹川智子さんの家族は極めて過酷な状況に置かれることになったのだ。残されたご家族のことを考えると、胸が痛くなるわ。現直後から、竹川家には心ない嫌がらせの手紙や電話が相次いだのだ。被害者側にも問題があったのではないか、という心ない声が世間から向けられたのだ。どうしてそんなことができるのかしら？被害を受けたのは智子さんの方なのに。当時の社会風潮として、遺体の解剖結果に含まれていた情報が一部の週刊誌に取り上げられ、被害者のプライバシーが無残にも暴かれてしまったのだ。週刊誌がそのような情報を載せたというのは、本当にひどい話ね。当時を知る関係者によると、智子さんの両親は報道が過熱するたびに外出もできない状態が続いていたそうなのだ。東京都内の自宅には記者が連日張り込み、家族は精神的に追い詰められていたのだ。報道被害という言葉の重さを改めて感じるわ。智子さんの父親は事件から数年後に体調を崩し、1960年代の半ばに亡くなったのだ。周囲の人々は、娘を突然失った悲しみと世間の目が重なり、心身ともに蝕まれたのだろうと語っているのだ。お父様まで、あまりにも悲劇がつくわ。智子さんの母親もまた、事件後の長い年月を深い悲しみの中で過ごしたのだ。当時の知人によると、母親は、娘の名誉を回復したい、という言葉を何度も口にしていたそうなのだ。それが親として、唯一できることだったのかもしれないわね。一方、神父が帰国したベルギーでは、ベルメルシウ神父はサレジオ修道会での活動を続けていたのだ。日本の警察が出国を止められなかった以上、ベルギー当局が独自に動く根拠もなかったのだ。つまり神父はベルギーに帰ってからも、普通に聖職者として生活を続けていたということなの？捜査関係者にとっては、事実上の終止符を打たれたも同然だったのだ。神父は2017年3月17日に96歳で亡くなるまで、日本の事件について公の場で語ることは一切なかったのだ。96歳まで生きて、何も語らなかったのね。当時 BOAC の同僚スチュワーデスとして智子さんを知る女性は、彼女は夢いっぱいだった。初フライトを本当に楽しみにしていた。と後年のインタビューで語っているのだ。過去からわずか2週間で命を奪われたのよね。初登場の日を迎えることさえできなかったなんて。事件から15年が経過した1974年3月10日に時効が成立した後も、当時の捜査を担当した平塚八兵衛警部補は、この事件を一生の悔いと語り続けたのだ。昭和の名刑事として知られる平塚警部補は、そこまで言っていたのね。ケイリー事件や吉典ちゃん誘拐事件など数々の難事件を手掛けた平塚警部補だが、この BOAC 事件については、最後まで解決できなかった事件の中でも特に悔しい。と、退職後の著書の中で率直に記しているのだ。それほどの刑事でも解決できなかったのは、この事件の複雑さを物語っているわ。1974年の時効成立後、記者たちが智子さんの母親の元を訪れた際、母親は一言、もう終わったのですか、と静かに問いかけたのだ。当時の記者はその言葉の重さを生涯忘れられないと語っているのだ。もう終わったのですか。その言葉だけで、15年間の苦しみが全部伝わってくるようだわ。事故とは法律上の問題に過ぎないのだ。しかし遺族にとっては、娘が殺された事実は何年経っても変わらないのだ。法律が幕を引いても、心の傷は閉じないのよね。智子さんの遺族が求め続けた、名誉の回復。もう、真相の解明。もう、結局どちらも果たされることなく時は過ぎていったのだ。遺族の苦しみは今も続いているのだ。でも、この事件はそれだけで終わりではないのよね。事件の背後に潜む、もっと大きな闇があるとさっきも言っていたけれど。そうなのだ。実はこの事件には、一人の神父と一人のスチュワーデスという枠をはるかに超えた、国際的な暴力の影が色濃く絡みついているのだ。次に明かされる事実は、事件の本当の姿を根底から揺るがすものなのだ。この事件が社会に与えた影響について話すのだ。この事件には、単なる殺人事件を超えた何かが隠されているの。そうなのだ。この事件は日本社会にいくつもの深刻な問題を突きつけたのだ。
外国人犯罪者への対応、宗教的権威と法の衝突、そして捜査機関の限界という3つの大きな課題を同時に浮かび上がらせたのだ。3つもの問題が一度に露呈したのね。当時の日本の法律では、外国人が重要参考人であっても、確たる証拠なしには出国を止める手段が極めて限られていたのだ。ベルメルシユ神父が正規の手続きを経て出国した際、警察は事実上それを阻止できなかったのだ。つまり法律の穴を突かれたということなのね。犯罪学者や法律家たちは、この事件を機に外国人の出入国管理と刑事捜査の連携が著しく不十分だという見方を示しているのだ。特に外交的な保護を受けやすい宗教者への捜査権限については、当時全く整備されていなかったのだ。神父という立場が捜査の壁になってしまったのね。国会でもこの問題は取り上げられたのだ。1959年6月18日、衆議院法務委員会で神父の出国問題が議論され、捜査機関と出入国管理当局の連携不足が公式に指摘されたのだ。国会の場にまで及んだ議論だったのね。この事件をきっかけに、重要参考人の出国を一時的に制限する仕組みの必要性が議論されるようになったのだ。外国人であっても、捜査上の必要がある場合には出国を留保できるよう、制度の見直しを求める声が専門家の間から上がったのだ。遅すぎた議論だったかもしれないけれど、それでも動き始めたのよね。また、当時のマスコミ報道のあり方も大きな教訓を残したのだ。NHK のドキュメンタリー番組が偶然にも重要参考人の顔と名前を全国に広めてしまったことで、警察の極秘捜査が一夜にして崩壊したのだ。テレビの影響力が捜査を狂わせてしまったのね。報道の自由と捜査の秘密保持という2つの価値がぶつかり合ったこの事件は、以降のメディアと捜査機関の関係を考える上での重要な事例として専門家の間で繰り返し引用されているのだ。情報の扱い方次第で、事件の行方すら変わってしまうということなのね。ここで少し踏み込んで考えてみたいのだ。ぜひ聞かせて。まず心理的な考察という視点で見ると、この事件には加害者とされる人物の特殊な立場が深く関わっているという見方があるのだ。宗教的権威を持つ人間が、どのような心理的プロセスで犯行に至るかという点は、犯罪心理学上極めて興味深い問いを投げかけているのだ。つまり、神という立場そのものが心理に影響していたということを。犯罪心理学者の見解によると、絶対的な権威や聖職者としての地位を持つ人物は、自身の行為を正当化する内的な論理を構築しやすいという見方があるのだ。自分は裁かれない存在だという無意識の信念が、衝動的な行動を後押しするという構造が指摘されているのだ。聖職者という権威が役に歯止めを失わせることもあるのかしら。そうした指摘はこの事件だけに限らず、世界的に見ても宗教的権威者による犯罪の共通パターンとして繰り返し確認されているのだ。権力と免責感が組み合わさったとき、人は通常では越えない一線を越えることがあるという見方は、今日の犯罪心理学でも有力なのだ。恐ろしい構造ね。守るべき人を傷つっている者が、守られる立場にいたなんて。次に環境的な考察という視点で見ると、被害者の智子さんを取り巻く環境にも注目する必要があるのだ。当時のスチュワーデスは社会的に華やかな職業として注目される一方、海外渡航や外国人との接触が多く、危険にさらされやすい環境にあったという見方があるのだ。憧れの職業の裏に、そんなリスクが潜んでいたのね。智子さんは BOAC の日本人スチュワーデス第1期生として、ロンドンで訓練を受けて帰国したばかりだったのだ。外国部での業務、外国人の乗客や関係者との日常的な接触という環境に、日本社会の常識とは異なるリスクが混在していたのだ。夢をつかんだばかりの若い女性が、その環境の中で命を奪われたのね。当時の女性労働者は、職場での人間関係においても相手が上位の権威を持つ場合には異議を唱えることが難しかったのだ。社会的な力関係の中で孤立しやすい構造が、被害者を危険にさらす一因になったという見方は的外れではないのだ。声を上げられない環境が被害者を守れなかったのね。構造的な考察という視点で見ると、この事件では宗教機関、外交機関、捜査機関という3つの組織が互いに干渉し合う中で、真相究明が阻まれたという見方があるのだ。つまり、3つの壁が重なって犯人を守ってしまったということを。バチカン大使館が捜査に立ち会い、弁護人が同席し、外交的な配慮が幾重にも重なった結果、取り調べは形骸化したのだ。組織が個人を守るために機能し、正義が隅に追いやられるという構造的な問題がこの事件には鮮明に現れているのだ。正義よりも組織の論理が優先されてしまったのね。しかも重要参考人がベルギーに帰国した後も、
日本の捜査機関には国際的な捜査協力を求める有効な手段がなかったのだ。1961年に FBI が独自にバックグラウンドチェックを行い無実と判断したとされる情報もあるが、その根拠や詳細は今もなお明らかにされていないのだ。FBI まで動いていたなんて、それだけでも事件の深刻さが伝わってくるわ。さらに再発防止という視点で見ると、この事件から得られる最も重要な教訓は、外国人関係者が絡む事件における捜査の透明性と国際的な法的枠組みの整備という課題なのだ。つまり、一国だけの法律では裁けない犯罪への備えね。現在の国際刑事警察機構いわゆるインターポールの枠組みや、犯罪人引き渡し条約の整備は、こうした事件の苦い教訓を踏まえて発展してきた側面があるのだ。被疑者が国境を越えた瞬間に捜査が実質的に終わるという状況を繰り返さないための国際協力体制が少しずつ構築されてきたのだ。遅いけれど、それでも進歩はあったので。しかし、この事件が起きた1959年時点では、そうした仕組みはほとんど存在しなかったのだ。智子さんの死が、制度の不備をあぶり出す犠牲となってしまったという痛ましい見方は、今も多くの研究者が共有しているのだ。一人の命が、世界の無力さを証明するための犠牲になるなんて、あってはならないことよ。宗教的権威者への捜査という点でも、この事件は重要な先例を残したのだ。信仰の場と法の場を明確に区別し、いかなる立場の人間も法の前では平等に扱われなければならないという原則を、この事件は改めて社会に問いかけたのだ。宗教の壁が法の壁を越えてはいけない、ということで。松本清張はこの事件をモデルに小説、黒い福音を執筆し、組織的な謀略の可能性を鋭く描き出したのだ。著名な作家がこの事件に注目したことで、一般市民の間でも問題の深刻さが広く認識されるようになったのだ。松本清張が取り上げるほどの事件だったのね。清張は作品の中で、被害者の死が密輸組織の口封じである可能性を示唆したのだ。智子さんが直前にロンドンへ渡航しており、BOAC の他のスチュワーデスが麻薬や金の密輸に関与していた事実も判明していたことから、計りごと略説には一定の根拠があるという見方が広まったのだ。清張の推理が、単なる小説の域を超えていたということなの。清張自身も取材を重ね、事件の背後に国際的な組織の関与があると確信していたと伝えられているのだ。文学という形を借りながらも、その告発は当時の社会に大きな波紋を投げかけたのだ。真実を語るために、作家が動かなければならなかった社会の方こそ問題だと思うわ。そして被害者遺族にとっても、この事件の社会的影響は複雑な意味を持っていたのだ。世間の注目が高まれば真相解明への期待も膨らむが、センセーショナルな報道によって智子さんの私生活や交友関係が掘り返され、傷つけられるという二重の苦しみがあったのだ。被害者は死んでからも守られなかったのね。この事件を通じて、被害者の尊厳を守りながら真相を追う報道とはどうあるべきかという問いが社会に残されたのだ。遺族の感情と社会の知る権利のバランスは、今日のメディア倫理においても依然として重要な課題であり続けているのだ。事件の教訓は法律だけでなく報道の姿勢にまで及んでいるので、捜査手法という観点からも、この事件は重要な痕跡を残しているのだ。取調官の平塚八兵衛警部補は後に、刑事一代と称された昭和を代表する名刑事だったが、彼をもってしても外交的な壁と証拠の壁を突き崩すことはできなかったのだ。それほどの名刑事でも足も出なかったということなの。平塚警部補は、弁護人とバチカン大使館一等書記官が同席するという異例の状況の下で5日間にわたる取り調べを行ったのだ。後に彼自身がこの事件を生涯最大の悔恨として語っていたと伝えられているのだ。どれほど悔しかったかを思うと、言葉もないわ。名刑事の無念もまた、この事件が社会に刻んだ傷の一つなのだ。個人の能力ではどうにもならない制度の壁が存在したという事実は、捜査機関のあり方を根本から問い直す契機となったのだ。人の力だけでは越えられない壁があるなら、制度そのものを変えなければいけないわよね。そしてこの事件には、まだ語られていない最も深い闇が残されているのだ。計りごと略説が単なる推測ではなく、具体的な事実の積み重ねとして浮かび上がってくるとき、この事件の全貌は全く別の様相を帯びてくるのだ。具体的な事実って、一体何が明らかになるの？密輸ルート、組織的な地封じ、そして国際的な謀略の意図がどのように智子さんの命と結びついているのか。次に明かされる事実は、この事件を根底から覆すものなのだ。というわけで今回は、1959年に東京都杉並区の善福寺川で起きた BOAC スチュワーデス殺人事件を解説したのだ。どうだったメタン？智子さんが夢を追いかけてようやくスチュワーデスになったのに、初登場のわずか3日前に命を奪われてしまったなんて、本当に胸が締め付けられるわ。しかも重要参考人が外交的な壁に守られたまま国外に去り、
真相が明かされないまま事故を迎えてしまったことがどうしても許せないのよね。ともこさんは当時27歳で、ロンドンでの研修を終えて帰国したばかりだったのだ。これからの輝かしい未来が全て断ち切られてしまったという事実を、僕たちは決して忘れてはいけないのだ。ともこさんのご冥福を心からお祈りするわ。そして、いつかこの事件に明かりが当たる日が来ることを願い続けたいのよ。この事件は、外国人聖職者への配慮や外交的圧力が捜査の前に立ちはだかったという教訓を残しているのだ。制度と現実の壁を乗り越えるための仕組みを、社会全体で真剣に考え続けることが大切なのだ。密輸計りボト略説が示すように、個人の死の裏に国際的な闇が潜む可能性があるとき、一国の警察だけでは限界があるという現実も、この事件が突きつけた思い問いなのだ。未解決のまま事故を迎えた事件だからこそ、語り継ぐことに意味があるわ。知る人が増えるほど、真相に近づく可能性も広がるのよね。ここまで見てくれてありがとうなのだ。長い動画だったけれど、最後まで付き合ってくれて本当に嬉しいのだ。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。それが私たちの次の動画を作る大きな力になるのよ。概要欄には同じ系統の未解決事件や昭和の怪事件をまとめた再生リストも貼ってあるから、ぜひ続けてみてほしいのだ。コメント欄では、この事件についてのみんなの意見や感想もぜひ聞かせてね。犯人は誰だと思うか、計りごと略説についてどう考えるかも教えてくれると嬉しいわ。次の動画も全力で作るから、楽しみにしていてほしいのだ。また明日なのだ。